ほー。自爆少年花子くん考察学園のキャラコヤでーす。今回は最新話第80の回赤い家その後のあらすじを紹介しつつ、物語の気になったポイントを解説&考察していきます。第80の回が掲載された G ファンタジー8月号は、花子くんとテル兄のめっちゃ目立つ表紙で7月16日金曜日発売。一部地域店舗により発売日は異なります。テル兄のなんかエロス漂う B さんポスターが付録になっています。詳しくは説明欄に URL 記載しておきますので、そちらから確認してみてくださいね。これは気づいたことなのですが、アイダエロ先生は発売日が近くなると Twitter にイラストを毎月アップしてくれてるんです。そのイラストと今回の G ファンタジーの表紙、そして80話の表紙、3つとも設定が一緒で細かいところにクスッと笑えるポイントもあってめちゃくちゃ可愛いので、ぜひぜひ確認してみてくださいね。それでは毎回恒例なんですが注意事項です。今回の動画には自爆少年花子くん15巻以降の話が含まれます。ネタバレが苦手な方はこちらでブラウザバックをお願いします。第79の回の考察をまだ見てない方はこちらの動画を先に確認していただけると今回の内容がわかりやすいと思います。そして赤い家が何なのか、赤い家の詳細についてはこちらの動画でお話ししているのでこちらもよろしくお願いします。それでは前置きが長くなりましたが、早速第80の回について一緒に考察していきましょう。レッツ花子くん考察。第80の回赤い家その後あらすじ。第79の回にてテルとアカネくんが渚神社へと赴き、閉じ込められ脱出し、渚神社の家宝を強奪したところで話が終わっていました。テルとアカネくんは家に帰って教会に行く準備を進めるようでした。そしてなんとついに4話ぶりにネネちゃんが登場です。ネネは76の回で赤い家から司くんを連れて出ようとしたところ、謎の何かに連れ去られて洞窟のような場所にいたのでした。ネネはこんなところでのんびりしている場合じゃないと、花子くんと葵と名前を呼び探します。すると、ミイラのような姿の女性が何人も現れ、許せない、許せないと嘆きつつネネに襲いかかってきたのです。お前も死ねと殺されそうになったネネ。ピンチになり助けてくれたのは花子くんではなく新キャラのお兄さんでした。この謎のお兄さん、今回名前が明かされることもなく、一体誰だったのかもわからないままですので、この後お兄さんと呼んでいきます。助けてくれたお兄さんによると、今いる場所は14巻で登場したすみれちゃんのいた村の生贄を落とす穴に落とされた後、沈み流された場所だと言います。お兄さんはすみれちゃんが生贄として落とされ、村に娘がいなくなった時に、男ではあるが代々生贄を出していた家系だったため、生贄に選ばれ穴に落とされたと言います。そしてここにいるミイラのような人たちは同じように穴に落とされたカンナギの子たちだったのです。その話を聞いたネネは、ここに葵が来ていないかとお兄さんに問いかけると、ネネの前にここに来たのは司くんだと言います。司くんがここに来ていたということは、ここにネネが来る前、赤い家に司くんがいたので、洞窟と赤い家と行き来ができるのではないかとネネは気づきます。早速お兄さんに出口はないのかと尋ねると、外につながっている場所に心当たりがあるとのことで連れて行ってもらいます。その道中お兄さんはネネに質問します。おネネちゃんはさ、ここから出たら何がしたいんだと。ネネはやりたいことがたくさんあり、指折りしながら話すと切なげな顔になり、本当は夏休み、もっと楽しいことたくさんのはずだったんです。花子くんとこうくんと一緒に花火したり、葵と海に行ったり、部活を頑張るはずだった。そしてぽつり、花子くんのバカと悲しい背中でつぶやきます。ネネが思い出すのは花子くんのやしろー、やしろ、やーしろと笑顔で呼ぶ声。
ねねは花子くんにヤシロと呼ばれるの好きなんですと言うと、もうずっと名前を呼ばれていないことを寂しいようでした。ねねはお兄さんはここから出ないのかと尋ねると、お兄さんたちは手遅れだからと言いました。そして外とつながっている場所へとたどり着きます。指さす場所を見てみると、それは洞窟にできた小さな亀裂。そこからちょろちょろと流れる水。一体どうやってここから出るのでしょうか。そして場面はこうくんとつかさくんのもとへ。こうくんはつかさくんの話を聞き、理解しようとしていたところで、突然ゴボゴボという音が聞こえてきて、音のする方へ向かうと、魚姿になったねねが蛇口から飛び出してきて、見事こうくんたちと合流することができたのでした。というのが第80の回の大まかなストーリーです。第80の回考察。ねねがいた洞窟の中でミイラのようになっていた女性たちは、すみれちゃんのように生贄として穴の中に落とされていた娘たちでした。何の罪もなく、ただ生贄として穴に落とされたので、村人たちを恨んでいるのかもしれません。許せない、許せないの、と泣きながら言っているようでした。その女性たちをお兄さんが優しくなだめて頭を撫でてあげると、水の中に消えていきました。さて、お兄さんは一体何者なのでしょうか。お兄さんはすみれちゃんのいた村に住んでいたようです。その村には怪異払いのために生贄を穴に落とす風習があり、自分は男だから生贄に選ばれることはないと思っていて、村の外に行きたかったようです。薬師見習いになり知恵をつけて行商として村を出て旅をしたり、知らない景色を見てみたかったようです。そしてそれがもう叶わないことだと理解し、自分たちは手遅れだと言っていました。ねねを助けに登場した時に使っていた小刀は、すみれちゃんが持っていたものによく似ています。お兄さんは代々2円を出していた家系だったと言っていましたので、おそらく茜家の一人なのではないかと思っています。このお兄さんだけがちゃんと意識があるままというのが少し不気味でした。すごく優しいお兄さんで、まだまだ謎だらけなので、また登場しそうです。つかさくんのことも知っていて、気がついたらいなくなっていたらしいので、少しつかさくんと話したりしていたのでしょうか。そこら辺も気になりますね。62の回ですみれちゃんのような姿をした幽霊が、葵の落としたカゴを拾い、歌を歌っていました。人よ、二秋、皆そこへ、夜明かし、月待ち、朝を待ち、いつまで出られぬむつめ編み。この歌は第76の回でつかさくんが歌っていたものと同じ歌なんです。ということは、今回登場した洞窟につかさくんが生贄として行った時、生贄となった娘たちやお兄さんたちと話をしたり歌を聴いたりしていたのかもしれませんね。ここに繋がるのかといった感じです。つかさくんがどのくらい洞窟にいて、いつ赤い家に行ったのかは全然わからないのですが、洞窟から赤い家に戻れる場合はまだ間に合うというような雰囲気がお兄さんの言い方から感じました。もしかするとつかさくんが助かる可能性も少なからずあるのかもしれませんね。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。